急なお願いだったのに OK してくれて嬉しいよ。というわけで今日から合同練習よろしく。はい。しかし朝日さんたちもコンテストに出るとは驚きでした。まあ外部向けのコンテストに俺たちアークランドチームが出るなんて思わないよな。どうも上としてはこのコンテストでアークランドの若手にも成長してほしいみたいでさ、スタッフの手は借りないで他の劇団と同じように若手だけで作り上げろってお達しが出ているんだ。なるほど、確かにそれはいい経験になりそうですね。ああ、実際自分たちの力だけで同年代の役者や演出家と競い合えるのは楽しいしな。そうですね、私も楽しいし負けられないなって気持ちになるのでわかります。みんなとも刺激し合えたらいいな。この合同練習もそのために頼んだしね。というわけで改めてよろしく。負けないからな。はい、俺たちも負けませんよ。お、ワンダーランドショータイム来てくれたのか。またよろしくな。隣同士で練習できるなんて嬉しいな。演目は違うけど準備運動とか発声は一緒にやっていこうね。はい、皆さんまたよろしくお願いします。よーし、それじゃあ早速ストレッチから行こう。はい。連絡をもらった時は驚いたがいい機会をもらえたな。ライバルとなるアークランドのショーを近くで見られる、これほどの刺激はないだろう。いつも以上に気合を入れていかねばな。ではエチュードはこれくらいにして、ここからは分かれて練習していきましょうか。わかった。この机のこっち側が俺たちであっち側がルイ君たちだな。はい、それではまた。さて早速今日も冒頭のシーンからやっていこうか。用意はいいかい？コンテストまでは2ヶ月もないし1秒も無駄にしてられないもんね。ああ、合同練習でもやることは変わらない。修行を経て身につけた技を持って全力で演じるのみ。やるぞ。さあ行こうハート、俺たちの愛のパラダイスへ。ちょっとブレス。うん、いいね。特に司くん、ステージを大きく使えているよ。ここは小さな子供たちにも喜んでもらえるようオーバーな演技にしてもらいたかったからね。バッチリだ。あ、なら私は今の動きじゃまだ小さいんじゃ。ふむ、悪くはないけれど確かに気をつけた方がいいね。アートの内向的な性格をそのまま素直に演じてしまうと、あの大きな舞台では埋もれてしまう可能性がある。そうだよね。これぐらいの大きさならどう？ここは俺を基準に考えるといいだろう。観客は舞台上のハートとブレスを見ているからな。自然比べてみる。だからこれぐらいは動く必要がある。動きの緩急も同じだ。俺のスピードよりもう少し遅くして
これぐらいか。確かに。ありがとう司。もう一回やってみる。ああ、そうだルイ、このセリフの次なんだが、ハートに断られた後言い返すシーンがあるだろう。今はコミカルに瞬時に言い返すようになっているが、2人の心情的なすれ違いを描く上では重要な場面だ。大げさに驚くよりは一瞬動きを止める方が印象に残るのではないかと思ってな。どうだろうか。ここは掛け合いで盛り上げようと思ったけれど、一度やってみせてくれるかい？ああ、分かった。ねえねえ、やるぞ。バカバカバカ！ブレスはもう私のことなんてどうでもいいんでしょ？だからそんな風に簡単にまた後でまた今度って言うのよ。それは君だってそうだろう。いつも俺が会いに行くと留守にしていて、手紙の返事だってそっけないじゃないか。それは。いいね。止めると少々勢いが落ちてしまうかと思っていたけれど、今のはとても良かった。そうか、ならばこれでいこう。いい調子だ。春明座で習得した役の人生を想像する心、三日月組で習得した役を全身で表現する力、そして森の宮で習得したさまざまな役を演じる技、これらのおかげで以前よりも役をつかみやすく演じやすくなっている。ワークショップでもアークランドの皆さんに遅れを取ることはなかったと考えると、着実に成長できているな。ん？ちょうどついさっき昼休憩に入ったんだ。そしたら面白いシーンが見えたからさ。特に司くん、演技が前とかなり変わったね。まず動きが違うよね。無駄がないっていうか、役を表現するのに必要なことをしっかりできてるっていうか。みんなが知ってるかはわからないけど、三日月組にいる木島さんっていう人を思い出したよ。朝日さん、木島さんをご存知なんですか？ああ、以前共演したことがあってね。もしかして本当に木島さんに習ったの？はい、しばらく三日月組でお世話になりました。なるほど、だから似て見えたんだろうな。じゃあもしかしたら春明座にも行ってたりしない？そうですが、なぜわかるんですか？これは勘だよ。役に入る前の司くんとネネちゃんの雰囲気が集中してる時のバクノくんにちょっと似てたから。それだけで？見ただけでそこまで分かってしまうとは。さすが朝日さんだ。さまざまな演技を学び体得してきたからこそだな。そうだ、朝日さん、もしまだ時間があったらでいいんですが、俺が演じるこのブレス王子という役、朝日さんならばどう演じるか聞かせてもらってもいいですか？そうだな。少し台本を見せてもらってもいいかな。はい、どうぞ。ありがとう。10分くらい時間をくれる？わかりました。お忙しい中ありがとうございます。演技プランは自分なりに試行錯誤している。だがあのシーン、いいんだ。もう俺が何をしようと、人は憎み合い、国は争い続ける。
平和のためにどうすればいいのか考え続けても、行動し続けても、どうせ、何も変わらない。すべて、無意味だ。劇中で最も絶望するシーン。あそこでブレスの感じる絶望に、俺はまだ到達していない気がする。朝日さんならブレスをどう演じるか、聞かせてもらえれば参考になるはずだ。ざっくりだけど、イメージできたよ。本当ですか？じゃあ、早速聞かせていただいても。そうだね。でも話すだけだとちゃんと伝わるか微妙だから、よかったら今ここでやらせてもらってもいいかな。